こんにちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのは夏目漱石による珠玉の物語「心」です。この作品は新潮文庫版だけで発行部数が750万部を超えています。日本で最も読まれてきた小説の一つと言えるでしょう。長く高等学校の教科書にも採用されてきたため、多くの方が一度は触れる名作です。物語の全体像は一気に読み通せる分量かもしれません。しかしそこに込められたメッセージの深さ、豊かさは計り知れません。本日はこの物語のエッセンスを約20分で紐解いていきましょう。この一冊は私たちが日々の生活の中で忘れかけている人間の心の奥底にある光と影の正体を静かに、そして深く問いかけてくるでしょう。1955年には市川崑監督により映画化され、2009年には青い文学シリーズの一作としてアニメ化もされるなど、時代を超えて多様な感動を与え続けています。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この素晴らしい作品を生み出した夏目漱石と作品が書かれた時代について深く、そして鮮やかに触れてまいりましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の隣で息遣いを感じられるように。作者である夏目漱石は激動の時代を生きた苦悩の作家でした。1867年江戸に生まれた漱石、本名は金之助と言います。戦後間もなく養子に出されるなど、彼の心には幼い頃から複雑な影が宿っていたのかもしれません。孤独と向き合い続けたその魂はやがて文学の世界へと彼を導きます。帝国大学では親友となる正岡子規と出会い、文学に傾倒。この時子規から譲り受けた配合が後の筆名漱石となったのです。漱石陳流という故事に由来し、負けず嫌いを意味する言葉でした。大学卒業後英語教師となりますが、1900年文部省の命によりイギリスへ留学します。しかしその2年間は最も不愉快であったと語るほど、深い孤独と神経衰弱に苛まれました。西洋近代の個人主義と自身の日本人としての精神、その狭間で激しく揺れ動いた経験が彼の文学の核を形作ったのです。帰国後、我が輩は猫であるで人気を博し、作家となりますが、生涯胃潰瘍に苦しめられ続けました。彼の晩年の境地を示す言葉に側転挙詞があります。小さな私を捨て、自然の大きな流れに身を委ねるというこの思想は、彼の作品世界を理解する上で重要な鍵となるでしょう。心が朝日新聞で連載されたのは1914年のことでした。その2年前、1912年に明治天皇が崩御、そして大喪の例の夜、乃木希典大将が妻と共に殉死しました。この出来事は日本社会に大きな衝撃を与えます。古い武士道精神の終わり、明治の精神の終焉を象徴する事件として人々の心に刻まれたのです。賛美する声がある一方、若者たちからは時代錯誤だと霊障的な声も上がりました。西洋から流れ込む個人主義の思想と古くからの封建的な倫理観、2つの価値観が衝突し、人々の心は大きく揺れ動いていたのです。漱石自身もこの時代の変化と乃木大将の死に深く心を揺さぶられ、それが本作の重要な着想となります。街には西洋風の建物が並び、人々の価値観も大きく変わりつつありました。自由という新しい光と、それによって生まれる孤独という影、そんな
時代の空気を一身に吸い込み、漱石は登場人物たちの魂にその葛藤を色濃く映し出したのです。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動を知ることで、物語に込められた幾重ものメッセージがより一層私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよ心の物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、敬愛と秘密が渦巻く静かな心の淵です。友情と恋、そして人間が持つエゴイズムが引き起こした一つの悲劇、言葉にできない過去の重みが登場人物たちの魂を静かに蝕んでゆきます。それでは先生が残した言葉の重みに耳を澄ませる時間といたしましょう。第一章、鎌倉の光、謎めいた影。物語の幕は真夏の陽光が降り注ぐ鎌倉の海辺で開かれる。まばゆい光と生命力に満ちたその場所で、若き学生である私は運命的な人物と出会う。その人を私は終始先生と呼ぶことになる。海水浴客でごった返す雑踏の中、先生は西洋人の友人を伴い、周囲の喧騒から切り離されたかのような静謐な空気をまとっていた。その孤高の佇まいとどこか物憂げな知性の影に、私は抗いがたい力で引きつけられていく。この出会いは偶然というにはあまりに深く、私の魂に刻まれた。私は先生の影を追うように毎日同じ茶屋へ通い、その姿を探す。先生の態度は非社交的で、超然として人の輪に入ろうとはしない。だがある日、私が拾い上げた眼鏡がきっかけとなり、二人の間には細くしかし確かな糸が結ばれる。青く広大な海の上、太陽の光が万物を照らし出す中で、私と先生は二人きりで言葉を交わす。その瞬間の自由と歓喜に満ちた感覚は、私にとって忘れがたい記憶となった。それはこれから始まる先生の心の深淵を巡る旅のあまりにも明るい序章であった。先生の内に秘められた謎、その孤独の正体を知りたいという渇望が、私の若々しい心を捉えて離さなかったのだ。第2章、雑司ヶ谷の墓標、語られざる過去。東京に戻った私は先生の家を訪ねるようになる。雑司ヶ谷の墓地で再会した時、先生が見せた一瞬の曇った表情は私の心に小さな棘のように刺さった。先生は毎月ある友人の墓参りを欠かさなかったが、その墓に眠る人物について妻にさえ語ろうとはしない。その墓標は先生の過去へと続く固く閉ざされた扉そのものであった。私にはその扉の向こう側に先生の人間不信と深い苦悩の根源が眠っているように思えてならなかった。先生の家庭は美しい妻しずと二人きりの静かな世界だった。夫婦仲は睦まじく穏やかな愛情に満ちているように見える。だがその静けさの底には時折理解しがたい波紋が広がる。奥さんはかつての先生が今とは全く違う頼もしい人物であったことを私に語る。何かが先生を変えてしまったのだと。そして先生自身も私に断片的な言葉を投げかける。恋は罪悪ですよ。その言葉は美しい恋愛の裏に潜む悲劇を暗示していた。人間はいざという間際に急に悪人に変わるんだから恐ろしいのです。その言葉は叔父に裏切られたという自身の過去からにじみ出た人間全体への深い絶望を物語っていた。私は先生の過去を、その魂の真実を知りたいと渇望する。その真摯な問いかけに心を動かされた先生は、私の純粋さを信じ、死ぬ前にたった一人でいいから他人を信用して死にたいと告白し、いつか全てを話すことを約束するのだった。第3章、父の病、響き合う孤独。大学を卒業した私は病に倒れた父を見舞うため、久しぶりに田舎の実家へと戻る。そこは先生のいる知的な東京とは全く異なる時の流れがよどんだような世界だった。父は大学卒業をことのほか喜び、その姿に私は戸惑いと一種の苛立ちさえ覚える。
しかし父の喜びが自らの死期を悟った上でのものであると知った時、私は父の孤独と愛情の深さに胸を打たれる。先生から受けた親の生きているうちに財産を分けてもらえという忠告が田舎の現実の中で重く響き始める。父と先生、一方は素朴な田舎の家長、一方は近代の苦悩を体現する知識人。全く異なる二人でありながら、その孤独の質はどこか響き合っていた。父の病状は一進一退を繰り返し、家の中には徐々に死の影が色濃くなっていく。私は死にゆく父の傍らで東京の先生に思いを馳せる。先生の孤独、先生の過去という謎が父の死という現実の問題と交錯し、私の内面でより大きな意味を持ち始めていた。この静かな田舎での日々は、やがて来る嵐の前の不気味なほどの静けさに満ちていた。第4章、時代の黄昏。届いた封書。夏が盛りを過ぎた頃、時代そのものが大きく揺らぐ。明治天皇の崩御。その知らせは静かな田舎の一軒家にまで時代の終焉という厳粛な事実を突きつけた。父は自らの病と帝の病を重ね合わせ、深い考えとともに新聞を読んでいた。そして大喪の夜に伝えられた乃木大将夫妻の殉死は人々の心に大きな衝撃を与える。父もまたその壮絶な死に深く心を動かされていた。父の病状が刻一刻と悪化し、兄や妹の夫も駆けつけ、家の中が死を前にした人間のざわめきで満たされる中、私のもとに先生から電報が届く。ちょっと会いたいが来られるか。しかし父を見捨てるわけにはいかない私はいけない旨を返信する。すると数日後、今度は来ないでもよろしいという電報が届き、それに続いて分厚くずしりと重い書き留めが送られてきた。差出人はやはり先生だった。父がまさに死の淵をさまよっているその時、私は不吉な予感に襲われ、置き手紙だけを残して東京行きの汽車に飛び乗る。そしてゴーゴーとなる車中、震える手でその封書、先生の地で綴られたかのような長大な遺書を読み始めるのだった。第5章、遺書より裏切りの原風景。ここから物語は先生自身の痛切な告白となる。先生の筆はまず彼の人間不信の原点を描き出す。若くして両親をチフスで亡くした先生は、唯一の頼りであった叔父にその財産のほとんどを策略によって騙し取られてしまう。父が心から信頼し、働きのある頼もしい人と評していた叔父の裏切り。それは金銭という悪魔の前ではいかなる善人もたやすく悪人に変貌するという恐ろしい真実を青年であった先生の心に深く刻みつけた。平勢はみんな善人なんです。それがいざという間際に急に悪人に変わるんだから恐ろしいのです。この体験は彼のその後の人生を決定づける消えることのない呪いとなった。人間全体への信頼を失った先生は、故郷とそこに眠る両親の墓を永久に捨て、孤独と猜疑心を胸に抱いて東京での学生生活を始める。彼の魂は最も多感な時期に深い傷を負い、その傷口からは絶えず冷たい風が吹き込んでいた。第6章、遺書より聖なる家、聖なる愛。人間不信の鎧をまとった先生が唯一心の安らぎを見出した場所、それが小石川の下宿先であった。そこは日清戦争で夫を亡くした軍人の未亡人である奥さんとその一人娘が下女と静かに暮らす家だった。遺書の中で先生は彼女を常にお嬢さんあるいは妻と呼んでいる。奥さんのきっぱりとしたそれでいて温かい人柄と、何よりもお嬢さんの存在が先生の凍てついた心を少しずつ溶かしていく。彼女の生ける花、彼女の奏でる琴の音、その一つ一つが先生の世界に光を灯した。本当の愛は宗教心とそう違ったものでない。先生にとってお嬢さんへの思いは肉欲とはかけ離れた
ほとんど信仰に近い神聖なものであった。彼女の顔を見るたびに自分が美しくなるような気がし、彼女を思うたびに気高い気分が自分に乗り移ってくる。この家で過ごす日々は先生にとって叔父に裏切られた心の傷を癒すかけがえのない時間となった。しかしこの静かで美しい愛の物語にはやがて先生の生涯を覆うことになる最も暗い悲劇の種がすでにまかれていたのである。先生自身、奥さんが自分とお嬢さんを結びつけようとしているのではないかという新たな猜疑心に苛まれ始めていた。第7章、遺書より K という名の親友、あるいは亀裂、その静筆な世界に一人の男が現れる。 K、先生の同郷の親友であり、真宗寺の次男として生まれながらストイックに道を求める孤高の青年であった。 K は精進という言葉を常に口にし、その禁欲的な生き様は先生にとって畏敬の対象ですらあった。養家と実家双方から感動同然の扱いを受け、生活と精神の困窮の淵にいた K を先生は自らの下宿へと引き取る。それは友を救いたいという純粋な友情からであったが、同時に K という強烈な個性をお嬢さんのいる家庭の柔らかな空気で中和させたいという先生の密かな計算も含まれていた。先生の思惑通り K は徐々にその堅な心を解きほぐし、奥さんやお嬢さんとも打ち解けていく。しかしその変化は先生の心に新たな、そしてより深刻な亀裂を生じさせる。房州への旅で日蓮の生き様をめぐり K が示した道への執着と先生の人間的な感情との対立はすでに2人の間に横たわる深い溝を予感させていた。そしてそれは嫉妬という名の暗く抗いがたい感情として先生の中で育っていく。 K の純粋さと精神性の高さはどこか俗世から浮遊しているかのような、先生自身の弱さを映し出す鏡のようでもあった。友情と愛情、尊敬と嫉妬が複雑に絡み合い、3人の関係は静かな水面下で危険な渦を巻き始めていた。第8章、遺書より言葉の刃、沈黙の死。悲劇の幕は K がお嬢さんへの切ない恋を突然先生に打ち明けたことで切って落とされる。その言葉は先生を化石のように凍りつかせた。先を越されたという焦り、親友への嫉妬、そして何よりも自らの愛が踏みにじられることへの恐怖。先生の心はエゴイズムという名の暗黒に支配される。先生は K が理想と現実の狭間で苦悩していることを見抜き、そこに最も残酷な形でつけ込む。精神的に向上心のない者はバカだ。かつて K が先生を諭すために使ったその言葉を先生は冷酷な刃として K に突き返す。それは K が守り続けてきた道という理想と芽生えてしまった恋という現実との矛盾を最も痛い形でえぐり出す一撃であった。この言葉で K の恋路を塞ぎ、彼を再び孤独な求道者の道へと押し戻そうとしたのだ。その数日後、先生は仮病を使って K たちが不在の時を狙い、奥さんからお嬢さんとの結婚の承諾を得る。卑怯な手段で勝利したという罪悪感に苛まれながらも、それを K に告げる勇気を持てずにいた矢先、奥さんが K に全てを話してしまう。その晩、K は自らの頸動脈を切り、短い生涯を閉じた。襖にたばしったおびただしい血潮。それは先生の裏切りに対するあまりにも雄弁な沈黙の告発であった。机の上に残された遺書には、ただもっと早く死ぬべきなのになぜ今まで生きていたのだろうとだけ記されていた。第9章、遺書より明治の精神に順図。 K の死は先生の魂に決して癒えることのない傷を残した。お嬢さんと結婚し、はためには幸福な生活を送りながらも、先生の心は常に K の影に覆われていた。私は策略で勝っても人間としては負けたのだ。この罪悪感は先生を死んだ気で生きていこうと決心させた。妻を深く愛しながらも彼女の記憶を純白に保ちたいという思いから
決して真実を打ち明けることはできない。その隔たりが2人を永遠に孤独にする。先生は自らを人間として活動する資格のない男だと断じ、世間から身を引いていく。そして夏の盛りに訪れた明治天皇の崩御と乃木大将の殉死。先生は乃木大将の死に時代への殉死という純粋な精神を見る。明治の精神が天皇に始まって天皇に終わったような気がした。古い道徳観念と新しい時代のエゴイズムとの間で引き裂かれてきた先生は、自らの死をその愛惜する明治の精神への殉死として位置づけることで、ようやく終止符を打つ決意を固める。それは一個人の絶望を超えた一つの時代の精神の終焉を象徴する静かで、しかし厳粛な死であった。終章。残された心、孤独という名の遺産。汽車の中、先生の遺書を読み終えた私は深い衝撃とともに一つの真実を突きつけられます。先生が私に残したかったもの、それは地位でも財産でもなく、近代に生きる人間が宿命的に背負わされる孤独という名の遺産でした。先生の悲劇は単なる三角関係の物語ではありません。それは信じるべき神を失い、己の心の内に頼るしかなくなった近代人が他者を蹴落としてでも生き残ろうとするエゴイズムの地獄、それに伴う拭いがたい罪悪感、そして絶対的な孤独にどう向き合うかという根源的な問いを私たちに投げかけます。先生は自らの血塗られた過去をさらけ出すことで私に生きた教訓を与えようとしました。それは他者を信じられず自分さえも信じられなくなった時、人はどう生きるべきかという問いです。先生は死を選びました。しかしその死によって彼は私の心の中に永遠に生き続けます。この遺書を胸に私はこれから先の人生を歩んでいかなければなりません。先生から受け取ったこの重い心を抱きしめ、自分自身の答えを探すために、物語はここで終わりますが、読者一人一人の心の内で本当の物語は静かに始まっていきます。私たちの誰もが心の中にあの先生とKを住まわせているのですから。いかがでしたでしょうか。夏目漱石が紡いだ心は読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そして重い物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける人間の業というメッセージは私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる人間の心とはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような教訓を受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方はぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も大人になった今再読することでかつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。